本日の動画はこちら、上半期ベストバイということで、久しぶりにやっていきます。自転車乗る時に使っていて本当に良かったものをね、5つ今回ご紹介させていただきます。いろいろ実は買ってます。動画で紹介してないものたくさんあるんですけども、その中からですね、いくつかピックアップして今回紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらですね。今もちょっと履いてますけども、最高に気に入ってます。じゃん、サンダルです。サンダルなんですけども、ただのサンダルじゃございません。自転車用のビンディングシューズを作っているクオック、そして自転車用のバイクパッキンググッズを作っているリストラップというメーカーがコラボしたサンダルでございます。両方ともですね、イギリスのメーカーにはなるんですけども、この2つがまさかの奇跡のコラボということで、自転車乗りにぴったりなサンダルを作ってくれました。もうこの2ブランドが出た瞬間に僕は欲しい、買うってなりました。もう機能とかとりあえず何でもいいや。とりあえず機能は置いといて、奇跡のコラボだから買うといったような感じで、はい、一生懸命在庫探して見つけてきました。はい、こちらがそのサンダルでございます。一応ですね、クオックのシューズはですね、僕持ってるんですよ。ほら、台湾に行った時に知り合ってですね、送っていただいたこのクオックのグラベルシューズですね、かっこよくてですね、結構気に入っているんですけども、こういうね、センスのいい、見た目も可愛いバイクシューズを作ってるメーカーと、リストラップはね、僕残念ながら使ってないんですが、この2つがコラボしたサンダルということで、これの特徴は何といってもバイクパッキングにめちゃめちゃ最適化されたサンダルになってます。これパッと見るとね、一見普通のサンダルですよね。まあどこにでもあるようなというか、ちょっとなんか手羽とかさ、ね、あるじゃない。ああいうちょっとこういいサンダルって感じの雰囲気があると思いますが、履き心地へにゃへにゃしならないです。結構しっかりとした作りになってますね。ソールを見るとですね、はい、このなんか見たことある感じしません？はい、自転車のグラベル用のタイヤをインスパイアして作られたいわゆるソールですね。いわゆるこの裏面になってます。ちょっとデコボコしてると思うんですけども、非常にねかっこいいデザインになってると思いますが、これで簡単に山登りもね結構してきましたけども、しっかりとしたソールのおかげでですね、結構快適に歩くことができました。そしてお待たせしました。バイクパッキングにどういいのというところですよね。これはベロクロタイプでこうやってねなっていて、自分のサイズによってこう調整する、サイズ調整をするんですけども、1箇所ここですね、この部分がですね、よいしょ、こんな感じで外れるんですね。これ外れて反対側も外れるんですね。こういう風に取り付けることができます。こうすることでですね、サドルバッグにですねこうスポット入れることができるんですね。はい、非常にこれがよくできてるんですよ。出先で、バイクパッキングでキャンプ旅とか、普通にライドしてる時に現地着いた後の足、サンダルとしてですね使うことができるのがこれでございます。バイクパッキングに最適化されているデザインということで、このあたりリストラップよくできてるなと思います。デザイン面もですね、星5を上げてもいいんじゃないかなと思ってます。非常に結構洗練されてかっこいいんじゃないかなと思います。ここにねクオックとリストラップのダブルネームが書いてありますけども、かなりかっこいいんじゃないかなと思います。これね、上にピーンと持っていくことでもうスリッポンみたいな感じで履かせることもできますので、結構ですねちょっとこうパッとコンビニ行きたい時とかにすごくいいなと思ってますし、ちゃんとこう歩く時なんかはこいつを下ろしてしっかりとねホールドさせれば歩くことができるということで、結構気に入ってます。価格に関しては星2かな。正直これはサンダルにしては高いかなと思います。デメリットかなと思います。18,000円とかします、これね。ただ価格を無視すれば非常に良い、面白いプロダクトだなと思います。はい。クオックとリストラップがコラボするっていうだけで結構僕はもう買いだと思ってますけども、そういった知る人ぞ知るメーカーのコラボレーションが好きな人、ニッチな人はね、おすすめです。続きましてこちらです。じゃん。はい。僕が愛する
イギリスのバイクパッキングメーカー、先ほどのねリストラップとはまた違うメーカーなんですけども、アピデュラのバックカントリーシリーズのハイドレーションバックパックですね。僕の場合は自転車用兼普段使い用のバックパックとして重宝してます。これかなり気に入ってます。以前からですね、レーシングシリーズのこのハイドレーションパックはよく使ってたんですけども、容量がやっぱあれが小さいんですよね。本当にレース用っていうだけやって必要最低限のものしか入れられなかったんですが、このバックカントリーシリーズはめちゃめちゃ入ります。待望の大容量シリーズということで、普段ねいろいろサポートしてもらっているオルタナティブバイシクルの北澤さんにねお願いして送ってもらいました。大変気に入っております。めっちゃ気に入ってます。これね一見見るとですね、普通のトレラン用のバイクパッキング用のリュックみたいな感じなんですけども、ちゃんとそこはアピドゥラ自転車用に最適化された工夫がたくさんついています。まず機能性に関しては星4です。はい。完璧までは言わないですけども、かなりいいです。正直ね、これ一つで1泊2日の旅だったらもう余裕です。もうバイクパッキングしなくていいです。これだけで OK です。はい。それぐらい大容量ですね。こんな感じですね。サイズ僕ちなみに180のわりかしがっちり系の体型はしてるんですけども、それでも SM でやっちゃってます。SM でいいと思います。よっぽどがたいがいい人だったら ML でいいと思いますけども、はい、それぐらい結構ね作りはデカめだと思います。背負った時に、ロード乗る人だったら前傾姿勢取ると思うんですけども、これですね、前傾姿勢取った時に後ろに反射板、そしてライトを引っ掛けるですねところがございます。これですね、はい、この辺ねちゃんと自転車乗りの姿勢に合わせて作られてますので、はい、夜とか非常に安心感がありますね。背負った時のねフィット感はいいですね。横も胸がね厚い人なんかもですね、この辺で調整できるのは結構いいところかなと思います。こんな感じで、グッとね締めることによってより体にフィットさせることができますので、リュックが暴れたりしないのもかなりいいですね。なかなか良いポイントだと思います。前側にはですねポケットがメッシュのポケットとジップのポケットが1個ずつついてるんですけども、このポケットめちゃくちゃでかいです。プロマックス用のでかいケースをつけたとしても入るぐらいですね、かなり大きいポケットがついてます。メッシュの方にも問題なくつきますと。両サイドにですねメッシュポケットがついてます。はい、これね350缶はもちろんですけども500缶も詰めますので、近くのコンビニでビール2本詰めてね、はい、キャンプ場に向かってやるみたいなものも OK です。はい。そしてですね、普段僕使わないんですけども、基本ハイドレーションパックもねついてきます。こちらですね。この中に水をふわーっと入れて、ライド中ねチューチュー吸って飲むことができるものもついて付属してきます。さあ実際にちょっと今水入れてきました。水を入れるとこんな感じになります。トータルで2リットル入ります。中に入れることができます。はい、このストローをですねしっかりと洗えるように結構取り外すことができますけど、これはなかなか衛生的でいいなと思います。パチンとクリップで留めます。メインポケットの後ろにね入れることができます。つけるとこんな感じで結構しっかりとね盛り上がりましたね。これを実際に走りながらねチューチュー飲むことができるんですけども、これプラプラするじゃないですか。こういうのも磁石がついてるので、ライド中これがフラフラしてなんか邪魔しないですよと、ここにパチンとつけることができるぜっていうそんな仕組みですね。はい。ただねこれもね完璧ではないです。星4って言ったのはリュック結構でかいんですよ。でかくていいねって言ったんですけども、もうちょっとポジションを上にしたいですね、正直。前のレーシングシリーズは結構高めにあったので、後ろのジャージのポケットも結構ね難なくいけたんですけども、このリュックを背負うことでちょっとジャージのポケットにやや干渉しちゃうかなと。特にこの真ん中のポケットへのアクセスが少しやりづらくなったなっていうのがマイナスポイントですかね。あとはこの脇ですね。脇ここしっかりとフィットさせるための脇の、ドローコードというのかな、これですけども、これに関しては前のレーシングシリーズの方が機能的には好きでしたね。前はゴムでピッて引っ掛けるだけですごくね楽だったんですけども、そこだけちょっと不満点といった感じです。それ以外はすごくいいね。はい、正直ライドの時でもそうですけども、普段の私生活の時なんかはこの中に子供用のおやつとか水筒とか、バンバン入れて、過ごすことが多くてですね、かなり重宝しています。価格に関しては星
3かな。3です。はい。値段はちょっと高めなんですよ。他のトレランザックと比べると。ただ、ハイドレーションパックもついてるので、ハイドレーションパックって結構高いんですよ、あれ。もう、数千円全然するんですよ。いいやつだと結構するんだけども、それもね、ついてくると考えれば、他のブランドと同じぐらいの価格設定なのかなと思いますが、とはいえですね、そんな安いものではありません。2万ぐらいするので、結構高いんですけども、物はめちゃめちゃいいよっていうね、はい、さっきと同じようなパターンでございます。3つ目はこちら、ケースティファイの iPhone ケースになります。耐久性が高くて、かつデザインがいいのないかなーって探してました。そしたら見つけました。はい、これですね。子供とかがね、結構落とすのよ。サイクリストの皆さんも結構落とすでしょ。僕何人も見てきましたもん。スマホこうやっていじって手滑らせてこんな感じで。で、下がちょうどコンクリで画面割っちゃいましたとかね。iPhone の角、ひび入っちゃいましたとかいう人結構見ます。はい、これは、リサイクル素材を使った、素材になっていて、四つ角がこういうね、バウンス素材。四つ角がこうね、しっかりとね、ガードされたケースになっております。なんといっても特徴は4メーターの高さから落としても大丈夫というですね、そういったケースになります。その耐久性がいいなと思って買ってみましたし、実際に落としてみたけども大丈夫でした。これね、よく見ると僕ね、後ろにロゴを書いてあると思います。これ自分の好きなロゴを入れることができます。パソコンの画面でね、注文するときにね、いろいろ設定できるんですけども、僕の場合はね、I am ケンタさんと記載してます。僕の SNS のアカウント全部 I am ケンタさんにしてるんで、これもね I am ケンタさんにしてるんですけども、結構ね気に入ってますよ。そんなに重くないし、デザインもなかなかいいし、各種ボタンも押しやすいし、この充電器もね結構ちゃんと挿しやすくてですね、後から調べたらかなり売れてるスマートフォンケースらしいんですけども、噂通りやっぱいいなと思いました。スマートフォンの中にこういったストラップを仕込むとですね、こんな感じでグッと仕込んだ上でスマートフォンを入れます。そうするとですね、あら不思議、あら簡単、こういうストラップをつけることができます。これね 2-in-1 ストラップっていうねやつでございます。これ結構なかなか調子いいっすね。たまに iPhone とかさ、こうやって首にかけてる人とか肩掛けして走ってる人とか結構いると思いますけども、なかなかいい感じです。これ 2-in-1 ということで、肩掛けがちょっと嫌だなーって人なんかもですね、全然問題ないです。こんな感じで外して、肩掛けの部分を外してつけることで、はい、こんな感じでリストラップですね、手首に巻いて使うっていうスタイルもですねできますので、手を万が一滑らした時でも安心だよね。耐久性の高いスマートフォンいっぱいあるけども、その中では一番なんかスタイリッシュで結構いいなと思って、使っております。特に厚みが出ないのが個人的には嬉しいですかね。耐久性のあるやつって結構厚みが出るのが嫌なんですけど、これはね結構ギリギリまで結構薄く作られてて、でも一番ダメージ受けやすい四つ角の部分はしっかりとですねガードされている一体成形な感じがなかなか気に入っております。当然ワイヤレスの充電もしっかりとできますので、そういうのも気にしている人なんかでも安心じゃないかなと思います。ケースティファイの中の人に今回の動画でケースをベストバイにすることを伝えたら 15% オフになるリンクをいただきましたので、よければ使ってください。概要欄に貼っておきます。これです。エリートのボトルです。自転車用のボトルですね。これね、実は皆さんアップデート入ったの知ってました？知らなかったでしょねえ。これが前のやつ、前モデルのフライ550もだいぶもうダメージやばいけども、こっちが新しい方。何が違うというとですね、ちょっと柄が入ったんですよね。新しいフライ550、これね特徴はめちゃ軽い、めちゃ安、これでいいじゃんボトルなんで、僕これ気に入ってていつも使ってるんですけども、この表面がですね結構グリップ力がある柄が入ったんですよね。これが地味にすごくいいアップデートです。今までのものはここがツルツルしてたんだけども、ここがねちょっと握りやすいようにちょっとテクスチャーが入ったって感じですね。地味なんですけども、これによってまず汗でね手が濡れてたとかしてもしっかりと握れます。もうテクスチャーが入るおかげで汚れが全然目立たないのと、傷も全然目立たないです。これ結構いいなと思いました。こういうところが剥げちゃうんですよね、どうしてもね、ボトルケージで。気にしない人は気にしないんだけどもね。でこっちが新しい方、
こういう細かなアップデートが結構僕は気に入ってます。価格ですね。これも星5でいいと思います。非常に安いボトルになってます。1個千数百円とか1200円とかそんな感じです。だから安いです。とてもいいですね。弱点言うなら夏場はこれはすぐにお湯になるっていうところですかね。冷たい水を入れたとしてもですね、数十分経つとお湯になってしまうっていう保冷力のなさは弱点でございますけども、夏場はもうね、どんなボトルでもやっぱり熱くなっちゃうんで、もうそこは僕はもう諦めてます。普通に扱いやすさを重視して使ってます。あとボトルはね、僕の中ではもう消耗品なので、バンバン変えられるようにコスパの良さ、値段の安さも今回ポイントになっております。次はですね、今年から使ってるこれですね。はい。ニートクリートっていうですね、これもですね、イギリスのメーカーになります。これはね、台湾でね、イケてるサイクリストがね、しててね、ちょっとかっこいいなと思って声かけていろいろ教わったんですが、はい。これはですね、自転車用シューズを持ち運ぶためのアイテムですね。はい。自転車のシューズってさ、外出するときどうやって持ち込もうってなるじゃないですか。僕とか出張多いんでいつもね、リュックの中に入れるんですけども、まあ、かさばるじゃないですか。っていうんで、これは今回スピードプレイ用ですけども、まあ、こんな感じでグッと、はい、こういう感じで取り付けることができます。で、ここね、カラビナになってるんで、まあ、リュックのこうカチャってつけたりとか、まあね、上にこうカチャってつけることによってちゃんとバッグの外で安全に持ち運ぶことができるっていうアイテムでございます。これ結構良くないですか？僕は気に入ってですね、めっちゃ大人買いしたんですけども機能性に関しては星5でいいと思います。非常にいいなと思ってます。 SPD 用もあります。壁ドのシューズですけども、まあ、これもですね SPD 用ですが、はい、こんな感じで取り付けることができます。シマノのクリート、ルックのクリートもありますし、タイムのクリートも対応してます。クランクブラザーズもシマノ SPD、あとルックもね、はい、問題なく付けれます。で、これね、持ち運びだけじゃなくて、家にシューズがたくさんある人ね、どこに置こう問題に遭遇すると思うんですけども、ちゃんと出てます。こんな感じでですね、僕は、ニートクリート使ってます。こんな感じで壁にね、はい、取り付けることができますが、チャコーンとネジで入れるだけなんですけども、でこれこんな感じで、普通のクリートはめるように、ドスッドスッとやることで取り付けることができます。結構ね、しっかりつくので、はい、全然外れないです。で、上にもですね、こんな感じで、僕スピードプレイなんでスピードプレイのものをつけてますけども、横から、こんな感じ。これも横から。こんな感じで、美しく、かっこいい感じで、しかもいい感じにバイクシューズを収納することができます。デザインもね、結構洗練されてて、星5を上げていいと思います。価格に関してはね、日本で代理店がないんですよね。なんで、この海外から直で買わなきゃいけないんです。まとめて買わないと割高になっちゃうのが弱点。もちろんね、関税とかもかかっちゃうので、星3かな、そうなると値段は。ただ、物は結構いい感じ。非常に気に入ってます。この黒ピンクとかさ、ラファの人とか好きでしょ、こういうのな。こういうのさ。はい。このメーカー結構ちゃんとしてて、プロチームにもバンバン供給してるぐらい、海外ではもう割とベターな商品になってますので、まあ、気になる人はぜひね、チェックしてみてください。さあ、ということで、以上、今回ですね、全部で5つ、上半期ね、使ってて本当に良かったものをね、ご紹介させていただきました。何かね、気になる商品あったでしょうか？下の概要欄にですね、商品のリンクを貼っておきますので、気になる人はぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では。